皆さんこんにちは、アンリです。今日はたった1行コピペするだけでチャット GPT、ジェミニ、クロードのすべてが誰でも今日からプロ級のプロンプトを自動で書いてくれるようになる AI 業界でじわじわ広がっている神テクニックを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。 AI に何を聞けばいいのかわからない、うまく指示が出せなくて毎回いまいちな回答しか返ってこない。 AI を使い始めた方の8割以上がこの壁にぶつかります。実はそのストレスを完全に消し去るたった1行のコピペ呪文が存在するんです。今日はその全貌を3つの実例とともに5つのパートに分けて完全解説していきます。今日お伝えするポイントは大きく5つです。1つ目、なぜプロンプト作成は難しいのか、その本当の理由。2つ目、解決策となる不活式プロンプト5要素構造の正体。3つ目、魔法の1行コピペと旅行プラン、転職自己 PR、副業 YouTube 戦略の3実例。4つ目、チャット GPT、クロード、ジェミニで全く同じ手順が動く理由。5つ目、上達のコツと避けるべき落とし穴です。最後まで見ていただければ今日の動画を見終わった瞬間からご自身の AI の出力品質が体感で2倍から5倍に跳ね上がるはずです。ではまずパート1、なぜプロンプト作成は難しいのかです。プロの研究者やエンジニアが書くプロンプトを見たことがある方は驚かれると思いますが、彼らは必ず役割、目的、制約事項、入力データ、出力形式という5つの要素を構造的に書き分けています。一方、私たち一般ユーザーは頭に浮かんだ要望をそのままチャット欄に流し込みがちです。例えば旅行プランを考えてって打つだけというイメージです。この差がAI の出力品質に圧倒的な開きを生んでいます。プロのプロンプトには AI が迷わず最適解にたどり着くためのいわば道路標識がびっしり立っているんです。逆に素人プロンプトにはその標識がほぼゼロです。 AI が優秀でも目的地が曖昧であれば回答もぼんやりしたものになってしまいます。ここが本日のテーマ、不活式プロンプトの出番です。不活式プロンプトというのはノート株式会社の CXO で知られる深津隆之さんが体系化された構造化プロンプトのフレームワークです。先ほどお伝えした5要素、つまり役割、ゴール、制約事項を入力内容、出力形式を AI に対して明示的に渡すためのいわば設計図です。重要なのはこの設計図を私たち人間が一から書く必要はないという点です。 AI 自身に私たちが書いた雑なメモを設計図に変換させる、これが不活式の本当の威力です。ここからが本題です。それではパート2、魔法の1行コピペをご紹介します。やり方はシンプルです。まずチャット欄に AI にやってほしいことを頭に浮かんだままの言葉で好きなだけたくさん書きます。文章の整理は不要。箇条書きでもメモでも思いつき順で構いません。そして最後に1行追加してください。シャープ記号を1つ打ってこう書きます。上記の内容を不活式プロンプトに変更してください。たったこれだけです。送信すると AI はあなたが書いた雑なメモを瞬時に解析し、役割、目的、制約事項、入力データ、出力形式の5要素にきれいに整理し、プロ級のプロンプトとして書き直して返してくれます。さらに出来上がったプロンプトに対してこのプロンプトを実行してください続ければ、その場で完璧な回答が返ってきます。1メッセージで設計図を作り、もう1メッセージで実行する、わずか2手で完了するんです。それではパート3、3つの実例を順番に見ていきます。1つ目の実例は家族旅行プランの作成です。沖縄に3泊4日で旅行したい。家族4人、
夫婦と小学生の子供2人、予算は20万円以内、観光地より自然と海でゆっくり過ごしたい、ホテルは朝食付き、できればプール付き、初日にレンタカーを借りたい。こんな雑な6行を振って、最後に上記の内容を不活式プロンプトに変更してくださいを足すだけ。すると AI は、あなたは沖縄旅行に精通した家族旅行プランナーですという役割定義から始まる5要素完全構造のプロンプトを返してきます。続けてこのプロンプトを実行してくださいと打てば、初日のレンタカーピックアップから3日目のシュノーケリング、4日目のお土産選びまで家族4人の予算20万円以内に収まる時間割付きの完成プランがホテル候補3つと一緒に返ってきます。最初に書いた6行のメモがプロンプトと完成量クロ行という2つの成果物に化けるわけです。2つ目の実例は転職活動の自己 PR 文書作成プロンプトです。書く内容はシンプルで、未経験職種への転職用の自己 PR を作成するための不活式プロンプトを作成してください。この1行だけです。AI が返してくるプロンプトは驚くほど洗練されていて、役割があなたは年間1000人の転職を支援するキャリアコンサルタントです。ゴールが30代エンジニアが未経験職種へ挑戦する説得力のある自己 PR 文を400字で生成する。入力データが現職の経験、応募職種、転職理由、強みのキーワード。出力形式が冒頭フック、過去の経験、転職動機、入社後の貢献、締めという転職エージェント歴20年クラスの自己 PR テンプレートがほぼ完成形で出てきます。これを実際の経歴メモに対して使えば、応募書類用の自己 PR ドラフトが3分以内に仕上がります。3つ目の実例は、もう少しビジネス寄りで副業 YouTube チャンネルの運営戦略です。30代男性向けの副業 AI チャンネルを始めたい。目標は月収10万円。コンテンツは AI ニュースとプロンプト解説。平日やると週末しか作業できない。機材は手持ちのスマホと PC だけ。半年で登録者1万人を目指したい。この6行を雑に書いて、最後に魔法の1行を足します。返ってくるのは、あなたは登録者数100万人超の YouTuber を多数育成してきたチャンネルプロデューサーですという、自分では絶対に書けないレベルの役割定義から始まるコンサル提案書並みのプロンプトです。実行すると、初月、3ヶ月、6ヶ月の3フェーズに分けたチャンネル戦略が平日夜の制作時間配分、収益化に至る登録者数のロードマップ、最初の20本のコンテンツ企画案付きで返ってきます。それではパート4、チャット GPT、クロード、ジェミニで全く同じ手順が動く理由をお話しします。ここが今日最も大事なポイントです。元の動画ではジェミニ限定の手法のように見えますが、実は不活式プロンプトの仕組みは特定の AI に依存しません。チャット GPT でも、アンソロピックのクロードでも、Google のジェミニでも、GitHub コパイロットのチャットでも、全く同じやり方で動きます。なぜなら AI 側がやっている処理は自然言語の要件を構造化されたプロンプトテンプレートに整形するというシンプルな書き換え作業だからです。これは現代の主要な AI モデルすべてがほぼ同等の精度でできる仕事です。具体的にお伝えすると、チャット GPT の GPT5.5、アンソロピックのクロードオープス 4.7、Google のジェミニー 3.1 プロ、いずれでも同じ呪文を打てば同じ品質の不活式プロンプトが返ってきます。むしろクロードオープス 4.7 は構造化への適性が高く、チャット GPT は万人受けする整然とした文章、ジェミニは情報網羅性が高いという個性の違いがあるくらいです。お使いの AI サービスがどれであっても今日から実践できるテクニックなんです。それではパート5、上達のコツと注意点です。1つ目のコツ、情報を絶対に出し惜しみしないこと。不活式が機能する大前提は、皆さんが持っている情報を AI に対して全部渡すことです。文章として整っている必要はありません。箇条書き、メモ書き、頭に浮かんだ単語の羅列、何でも構いません。とにかく多く渡してください。2つ目のコツ、
思考モードや拡張思考機能をオンにすること。ジェミニーなら思考モード、チャット GPT なら GPT5.5 シンキング、クロードならエクステンデッドシンキングを必ず有効にしてください。不活式は AI が文章の意図を読み取って構造化するという思考処理を必要とするため、軽量モードでは精度が落ちます。3つ目の注意点。出来上がったプロンプトを必ず人間が一読すること。 AI が生成するプロンプトはほぼ完璧ですが、業界特有のニュアンスや社内の暗黙ルールまでは反映されません。1分だけ目を通して必要があれば微調整してからこのプロンプトを実行してくださいに進む。これが上達への一番の近道です。それでは最後に視聴者の皆さんへのアクションを3つご提案します。1つ目、お手元の AI サービス、チャット GPT でもクロードでもジェミニでも構いませんので、今日見終わった直後にお仕事や日常で困っている一つのタスクに対して雑なメモ5行と魔法の1行を打ち込んでみてください。出力品質が体感で何倍になるか必ず体験していただきたいです。2つ目、よく使うタスク、例えば日報、企画書、メール、議事録、SNS 投稿などについて不活式で生成されたプロンプトをメモアプリやノーションに貼っておいてください。次回以降、設計図を作る手間ごと省けます。3つ目、不活式以外にもクリスパープロンプト、ローリパターン、ヒューショットテンプレートなど構造化プロンプトの方法論はいくつもあります。慣れてきたらそれらも比較してみてください。ご自身のスタイルに合ったフレームワークが必ず見つかります。今日のまとめです。雑なメモを5行から10行書いて、シャープ記号と上記の内容を不活式プロンプトに変更してくださいを足すだけ。これだけでチャット GPT、クロード、ジェミニのすべてがプロのプロンプトエンジニアと同等の構造化プロンプトを自動で書いてくれます。プロンプト作成の時代はついに AI に任せる段階へ進みました。明日からあなたの AI の出力は別物になります。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で